オーストラリアで僕の友達、奥さんの英語の先生でした。同じパーティーでやったんです。おー、すごい。ナンパした。今日はスイスから移住されたゲストを紹介します。スイスは九州と同じくらいの大きさで、人口は約840万人です。スイスドイツ語、フランス語、イタリア語などが話されており、多文化が交わるユニークな国です。スイスといえばアルプスの少女ハイジをはじめ、時計やチョコレートを連想する人も多いと思います。現在日本に住むスイス人は約1100人です。今日はそんなスイスから30年前に高山に移住されたゲストと異文化共生のより良いあり方について語りたいと思います。こんにちは。はい、タカです。あやです。トムです。完璧な。ウェルカム。スイスからのゲスト来ていただいてます。はい。スイス生まれのトムです。今も日本に来て30年30年以上になります。はい。トムさんの仕事も高山では有名ななんですけど、このお仕事もね、なんでこう今のお仕事に至ったかみたいなところもちょっと聞きたいなと思っていて、自分のお店持ちたいってずっと思ってたんですか？まあチャレンジかなと思って高山で僕ちょっと自分でやろうかなと。すごい。やってみないと分からない。日本は結構面白いですよね。何でもできるから。あ、本当ですか？まあそんな難しくないんですね。すぐ商売始まるっていう。それは意外でした。なんか外国で商売するなんて私で怖いと思っちゃう。まあそんなやっぱ日本結構商売やりやすいので、だからみんなやるんですよね。ヨーロッパとか法律はやっぱり厳しいので、そこ大変ですよね。アメリカわからないけど。お店はオープンされて何年になりますか？今のお店はね、ここのちょっと説明しますね。これ今3年になりますので。こっちで自分のお店持ち始めてなんか大変だったことってありました？苦労したことはまあ苦労したからはどこでもあるんですよね。日本人でも自分で商売始まるので苦労が一緒と思うんですけどね。でも奥さんは日本人だから、大体やっぱりそういうことがうまくできるし、とかちょっと銀行話しててそういうの僕のまだ言葉あんまり喋れなかったのだから僕全部やってやっぱりやりやすいですよね。でも奥さんがいたから今本当ありがたいですね。ちなみにその奥様との出会いは何だったんですか？オーストラリアでそう同じでパーティーで僕の友達、奥さんの英語の先生でした。同じパーティーでやったんです。おー、すごい。ナンパした。素晴らしい。運命を手繰り寄せた。でも30年ここに住んでらっしゃって、どういうふうに地元の人とコミュニケーション取ったらうまく定住できると思いますか？まずやっぱ言葉大事と思うんですよね。コミュニケーションするのが、自分の立場とかにね、みんな一緒ですよね。だから特別なものじゃないんですね。そうです。でやっぱその文化に合わせるあれも大事と思うんですよね。そうか、日本文化に。そう。だから言葉でもその文化みんなここ住んでるでしょ。日本でね。僕はスイスから来てるんだけど、僕の文化みんな理解してちょうだいとか言うと、それは
失礼ともそうですねそうですねそうしたら、まあ、もう帰っていいんですよ。確かに住んでる身としてね。そうそう。日本の文化で馴染むのに苦労したことってありますか？自分の何言いたいとか一般のことしか言えない新聞書いてるものとかで本当の自分の何考えてるは言えない。それは言語的なバリアですか？言語的にじゃなくて多分本当の自分に言えば言うっていうことをまあ日本の文化はまあ建前とこねお見舞いと建前あるんですよね。そうですね。これからなんか日本に来たいっていう人に対してなんかメッセージとかアドバイスとかってありますか？まあある程度のまあさっき話したようにまあ文化ちょっと覚えて言葉覚えれば住みやすくなる。まあなんとかなるんですね。あとは自分の好きなことをやるってことですかね。まあそれも大事ですよね。あとそれで長くいるんだっていうような、なんだろう、ちょっとだけとどまって帰るとかじゃなくて、もうなんか日本に来るんだったら日本にしっかりそこで住んで、そこの文化に染まっていくんだっていう気持ちで、長い目で見て、そうですね。私そうと思いますよ。そうですね。あとやっぱりこの外国人と日本人、こっちに住んでる日本人がこっちに移住してきた外国人とこう触れ合う機会っていうのがなかなかなかったりすると思うんですけど、まあ高山はなんだろう、外国人観光客が多いんで、そういう人とこう話し合うっていうのはあるけど、普通のもう英語もできないとか海外も行ったことないっていうような日本人が外国人とこう触れ合うっていう機会がなかなかないと思うんですけど、なんかやっぱりそういう交流会だったり、それもイベントとかそれも大事と思いますよ。そうだからまあ例えば日本人でも相手の文化とかちょっと習うこととか、そしたらお互いに分かりやすくなりますよ。お互い。でもやっぱりもう外国人や日本人や自分の文化押し込むとかそういう良くないと思うんですよ。まあ一応こういうことありますとか、うちもこういうことありますので、そういいと思うけど、でも盛り上げは良くないと思うんですよね。そう確かにちょっとみんな平和ね。そうね。ぜひ来てほしい。そして高山にも。そうですね。まあ高山レストランいい場所ですね。はい。ぜひいらしてください。ぜひ。上司です。はい。下にどこかってそういう店で。ここではい。完璧です。チャレンジっていうのが私すごいキーワードかなと思って、実際にやっぱ飛び込んでみるとか、実際にお店始めてみる、日本に来てみるっていう、本当に分からなくて不安だけどもとにかくやってみる、チャレンジしてみるっていう精神がすごいトムさんにはあったなというか、それがすごいなんていうんだろう、その環境に馴染むのに役に立ったんじゃないかなっていう、この精神的な面かなと思って、すごいそこはね、これから日本に来ようと思っててちょっとどうしようかなって悩んでる人はとりあえず来てみるっていうのも一つ大事なのかなっていうふうに思いました。そうですね。あとまあ日本人側の人もうちはこうだからこうですとか、こっちの文化はこうだからとかっていうふうにこう、なんだろう、無理やり強制的にそれに染めようとするんじゃなくて、お互いの違いっていうのを理解した上で、じゃあこういうふうにやっていこうとか、話し合えたら。でもそういうマインドのシフトが大事というか、多分これから本当に外国人の移住者が増えると、きっと日本はこうだから、日本のスタイルだからっていうふうに言い続けることがどんどん困難になる、もしくはそれがアウェイになっていくというか、それがちょっと自然じゃなくなってくる可能性があるからこそ、今のうちにこう自分の
の文化はこうだけど相手はこういう文化もあるんだなっていう客観性を持つことはすごい大事かもしれない。自分からやっぱそうやって他の文化に歩み寄っていく、学ぼうとする姿勢っていうのは、これからその外国人労働者の人数が増えるからこそ大切にしたい姿勢そうね。でこれからもいろんな国の方と、お話しし合いながらどういうふうにやっていったら共生していけるかなとか、いろんな意見を共有していけたらなと思いますので、はい、であとはなんかデータをねちょっとまとめてどっかでね、まとまったところで発表できたらなと思うので、そうですね、何人の人と話をしてこういう意見があってとかっていうような、統計を取って皆さんにご紹介できればと思います。ちょっとずつ活動を広げていきたいなと思います。はい、ぜひ番組の高評価と、チャンネル登録とお願いいたします。はい、ではまた次回の動画で待ってます。待ってます。はい、See you. See you.